世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生におけるメインクエストとして定め、日々ゲームの制作、開発を行っております。はい、高と申します。先日ですね、またテストプレイ会開いてて、講談社の方々と一緒にね、自分も参加して Steam 版のプレイを行ってたんですけど、その時に変わった出来事というかね、バグに遭遇しまして、開けた記憶のない扉が勝手に開いてたんですよね。最初ちょっと自分の記憶違いかなって思ってテストプレイとかやりすぎてて、あれ確かこのデータではまだこの扉開けてないんだけどなみたいな、いやそれとも開けたか自分の勘違いかみたいな感じでちょっと曖昧な風に捉えてたんですけど、その後確定的な現場に出くわしてしまって、鍵付きのドアが今度開いてたんですよ。しかもその鍵アイテムまだ入手してないっていうね、もうこれは確定じゃないですか。その扉を開くための鍵アイテムを入手していないのに、その扉がすでに開かれていたっていう、その時点でね、もうさっきのドアも俺の勘違いじゃねえわ、あれもバグだわっていうことで発覚してね、そこから調査開始したんですが、結論から言うとね、このドアが勝手に開いてしまうバグ、ちゃんと原因を突き止めて修正することができました。ドアの作り方なんてね、チームによって千差万別だとは思うんですけど、せっかくなんでね、今回このバグの内容について共有していきたいと思います。では早速行ってみましょう。ということでテストマップにやってきました。こちらにですね、3枚のドア用意してあります。左から順に見ていきましょう。まず1つ目、通常ドア。そして2枚目、真ん中のドアですね。こちらも通常のドア。そして最後3枚目、右側のドアだけ鍵がかかったドア、施錠されているものになっております。で、この鍵なんですけど、実はなんとアイテム生成を行っていなくて、つまりこの扉を開けるための鍵って、このゲームデータ上に存在してないんですよ。なので、開発者の僕ですら絶対に開けられないドアっていう形になっています。これをね、今回発覚したバグっていうのを悪用して無理やり開けていこうと思います。まず手順としては、最初に一番左の1枚目のドアを開けておきます。そして2枚目と3枚目のドアには触れずに、このままね、地脈っていうね、チェックポイントに向かいます。で、ここで休息をね、取ります。こうすることによって内部的にはね、休息時にセーブデータの更新っていうのが行われるようになってますね。ゲーム的には回復リソースの補充とかが行われますと。そして休息が明けて、先ほどのドアを見てみると、はい。この状態ではね、まだバグは起こっておりません。で、ここで一旦ゲームを終了します。これは Steam で例えると、ゲームを終了するみたいなボタンあると思うんですけど、起動するときは緑色で、終了するときは青色のボタン、Steam のやつですね。あれを押して、本当にゲームをね、完全に終了させるような感じ。パソコンのデスクトップ上に戻ってきて、他の作業だったり、インターネットだったり、他のことをして、で、休憩した後に、じゃあまた千葉続きからやるかっていうことで、もう一回起動します。するとここでバグが発生します。先ほど左のドアだけね、開けた状態でセーブ書いたと思うんですけど、なんと真ん中と右のドアも開いてしまっています。しかも右のドアに関しては開けるための鍵アイテムの生成すら行ってないですからね。絶対に開けることができないはずのドアが開いてしまっていると。これが今回のバグで起こった内容になります。不幸中の幸いなんですけど、今回このバグが起こったドアっていうのが結構たくさんあって、それが原因の調査にすごく役立ったんですよね。1枚のドアだけで発生してるバグとかだったらちょっと分かりにくかったかもしれないんですけど、複数のドアがこのバグ状態になってくれてたおかげで、それらのドアを集めてね、共通している部分、原因となりそうな部分はないかっていうのを複数のデータを並べてね、見比べることができたので、比較的早く原因にね、たどり着くことができました。その原因っていうのがこちらなんですけど、はい、GUID ですね。これは言うなれば固有 ID、身分証みたいなものになってまして、それぞれのドア1枚1枚に個別の GUID が割り振られているというような作りになっています。ちなみに GUID っていうのは、グローバリーユニークアイデンティティ、グローバルに1位な識別子の略称であり、コンピュータシステムにおいて特定のオブジェクトやデータを識別するために使用される128ビットの識別子です。なんですけど、今回バグが発覚したドアたちの中では、僕の不手際でね、同じ GUID が使い回されてしまっていました。こうなってくると、どういうことが起こるかっていうと、1枚目のドアが、私通常のドアです。3枚目のドアが、
私鍵付きのドアですって言いながら、2人ともね、同じ身分証を掲げてるわけなんですよ。つまりゲームシステム側からすると、どっちのドアもね、同じ身分証を持ってるんで、同じドアとして扱うようになってしまうと。その矛盾っていうのが発現してしまうのが、ゲームを再起動した時なんですね。実はこのゲーム、地脈での休息時には、ステージのロードっていうのは基本的に行っていなくて、一部ね、敵だったりとか、破壊することができる木箱なんかのオブジェクト。こういったものたちは通常のステージ、レベルっていうところとは別のところ、サブレベルと呼ばれるステージに配置してあって、地脈での休息時には、このサブレベルに置かれているものたちだけ再ロードが走るというような作りになってるんですよね。なので、地脈での休息時には、ドアの矛盾がね、発覚することはなかったんですが、さすがにゲームをね、一度落としてしまって、そこから再起動するってなると、ステージとかもね、再読み込みせざるを得ないので、その時にゲームシステムがね、この身分証を持っているドアは、確かさっきのプレイでプレイヤーが開けてたよな。じゃあ開けた状態で読み込もう。というような形で同じ身分証を持つ3枚のドアがね、すべて開いた状態で読み込まれるというのが今回起こったバグの全容でした。じゃあこの GUID の被りっていうのがね、なぜ起きてしまったのかっていうのを一応ね、振り返っておこうと思うんですけど、こういったですね、ドアを増設、増やしていくときって2つ方法があるんですよね。1つ目が、フォルダからね、ブループリントをドラッグ&ドロップして直接配置していくっていう形。そして2つ目が、すでに配置してある既存のドアを複製して増やしていく。このどちらかの方法で新しいドアをね、作っていく、設置していくことが多いんですけど、このタイミングでね、GUID の被り問題が発生していたと考えられます。で、特に2つ目の方法、複製して作るっていうやり方なんかは特に複製っていう言葉を聞くとね、中身の GUID も同じ値がコピーされちゃうんじゃないかなって思うじゃないですか。実はね、これそうでもなくて、複製するときにね、ちゃんと GUID の再生成っていうのも走ってて、ちゃんと独自のね、全く違う ID っていうのが複製後のドアに適用されてるんですよね。反対に、このフォルダから新しく配置していくっていう形が実は危なくて、フォルダから配置した場合って GUID が初期値、このドアのブループリントを初めて作った時に1枚目のドアにね設定されていた GUID だから初期値ですよね。その初期値がそのまま使い回されてしまうっていうような仕様になってるんですよね。なのでフォルダからドラッグ&ドロップで配置した場合はちゃんとねこの GUID の右側にあるチョボをクリックして作成するっていうのを押すと GUID をね再作成してくれるので、この一手間をね忘れてしまうと、このドアブループリントを一番最初に作った時の本当の初期の GUID、 この 4428D ホニャララみたいなやつが使い回されてしまうというのが今回の原因でした。つまりねこのバグ実はだいぶ前からね潜在的に発生してたはずなんですよね。それがですね今回のテストプレイでは結構製品版を見据えてね結構がっつりというか製品版とほぼ同じような内容でほんと自由に自分のタイミングで攻略していってくださいっていう風なテストプレイを行ったので、なんだろう、そもそもボリュームがめっちゃ大きかったんですよね今回。今までのテストプレイは特定の箇所だけをお願いするみたいなことが多かったので、基本30分前後とか長くても1時間半とかそれくらいのねプレイ時間が多かったです。動画をね撮影してもらいながらいつもテストプレイお願いしてるので、この動画ファイルのね再生時間でその時のね総プレイ時間みたいなのも把握できるようになってるんですけど、今回からはね本当にもう製品版とほぼ変わらないようなゲームデータをね普通にそのままプレイしてもらうっていう感じだったので、プレイ時間が結構すごいことになってたんですよね。やっぱ人によってはね一旦中断する必要も出てくるので、というか僕もね途中でゲーム終了して一旦別の作業をやってから再度プレイ再開っていうことをしたので、今回僕自身もねこのバグ遭遇して気づくことができました。こういったですね ID をどんどん割り振っていって個人を特定してね全体として管理するっていう方法は結構便利で、他にもいろんなところで使ってたりします。例えば敵キャラクターなんかにもねそれぞれ固有の ID を割り振っている場合があって、このゲーム敵キャラクター、雑魚敵ですねは基本的に地脈で休息すると復活するっていう風な仕様になってるんですよね。ただし一部の強敵たちは一度倒すとね地脈で休息してももうそれ以
降は復活しない。つまり1回倒せば OK となっている強敵たちもいます。そういったですね、リポップするかしないかみたいなところを管理するのにも、今回のようなね、こういう ID 方式を採用していて、基本的に雑魚キャラたちはね、この ID 欄が0000っていうことで、つまり固有 ID なしとして登録されてます。そして一部の強敵、リポップしないタイプの敵たちには、それぞれ固有の ID ですね、を設定して、こいつらが死亡した時に死亡者リストっていうところに、この固有 ID を刻んで保存していくというような運用になっております。次回地脈で休息した時にね、その死亡者リストに名前が載っている人たちはリポップさせないという風にすることによって、このようなね、敵がリポップするやつとリポップしないやつがいるっていう方式を実現しております。で、このリポップしない強敵たちなんですけど、おそらく皆さんが想像するよりも結構たくさんいます。例えばソウルシリーズなんかだとね、フィールドにいるタイプの強敵でリポップしないタイプのやつって、なんか本当にめっちゃ強いやつとか、本当にめっちゃ体がでかいやつとか、そんなイメージがあると思うんですけど、千葉ではですね、結構普通にそこら辺にいそうな、ちょっと強めの騎士タイプのやつとかも普通に強敵枠というか、リポップしない枠として扱っています。これは結構明確な意図があって、あんまりね、こう走り抜けをしたくならないようにしようっていう意図があります。この手のゲームってどうしてもやっぱ走り抜けできるじゃないですか。敵とね、戦うのを無視して戦闘を行わずにね、走って目的地まで行くっていう。もちろんその走り抜けできるっていうこともゲームの面白さの一つではあると思うんですよ。走り抜けしてる時ってそれこそ結構楽しいですからね。なんですけど、その走り抜けの楽しさもね、初見のエリアで1回とか2回走り抜けするぐらいだったらまあ楽しさは持続するかもしれないんですけど、やっぱり本当に一番楽しいのってちょうどいい塩梅の難易度でちょうどよく苦しみながらじわじわと攻略を進めていってる、ゆっくりと進んでいってる時の方が走り抜けしてる時よりも面白さとしては上だと個人的には思ってるんですよね。もちろん走り抜けをね完璧に封殺したいというわけではなくて、というかね、そういう封殺しようとしてしまうともうめちゃくちゃな数の敵を配置したりだとか、敵一体一体のプレイヤー追跡能力が超高くてどこまでも追いかけてくるだったりとか、めっちゃ高性能な遠距離攻撃持ってるとかね、そういうちょっと堅苦しいゲームになってしまいがちなので、走り抜け自体をね封殺することは決してしないんですけども、プレイヤーがおのずとね敵を倒したいと思える、敵と戦闘を行いたいと思えるような作りになるようにっていうところを目指してますね。で、強敵役が復活しないっていうのもその一つで、一回倒すことによってね、次回以降その部分を歩く探索するっていうのが非常に楽になるので、結構ね攻略中にたくさん死ぬことあると思うんですけど、毎回ね着実にこのプレイヤーの領域が少しずつ広がっていくような、ここまでは探索できたから強敵役がリポップしなくなっててすごく進みやすくなっている領域っていうのがちょっとずつね広がっていくような感覚を味わえると思うので、強敵クラスのやつをね見かけた時によっしゃ倒してやろうっていう気持ちになれると思うんですよね。もちろん回復リソースがすごく少なくなっちゃってる時とかは走り抜けるっていう選択肢もね全然ありだと思います。それはさっき言った通りですね。あともう一つ、そのリポップしない強敵枠のやつらを倒した時に必ず特定のあるアイテムがドロップするようになってます。ドロップというかこれに関しては自動取得になってますね。で、このアイテムっていうのがもうね攻略成長していくためにすごく重要なアイテムとなってますので、なんというかもう敵を倒す旨味はめちゃくちゃでかいゲームですね。報酬がすごくちゃんとあるというか、この作りはね結構なんというか AAA のタイトルとかと比べるとすごく小さなコンパクトなゲームなのでできる報酬の出し方ではあると思うんですけど、ちょっとね今作ではそういった試みも行っておりますので、道中攻略の部分ですね、少しずつ着実に領地を広げていく感じだったりとか、その強敵役を倒した時の旨味をしっかりと味わってみてください。こちらのゲームですね、直近に体験版と製品版控えております。特に体験版の方はね無料でプレイできますので、そちらを遊んでみてからね製品版購入するかどうかの検討材料にしていただければなと思います。まだの方はぜひねウィッシュリストに登録して体験版と製品版をお待ちください。それでは今回ここまでとなります。また来週もよろしくお願いします。